こんにちは、ツインレイルームへようこそ。ツインレイの概念は、多くの人々にとって非常に魅力的であり、運命の人との深いつながりを象徴しています。しかし、ツインレイが必ずしも結ばれるわけではないという現実も存在します。今日の動画では、ツインレイとは結ばれないというテーマについて深く掘り下げ、その理由や背景について探っていきます。では、始めましょう。ツインレイの定義と特徴。まず、ツインレイとは何かを理解することが重要です。ツインレイは、一つの魂が二つに分かれて生まれ、それぞれが別々の人生を歩む中で再び出会うことを目指す特別な関係です。ツインレイ同士は、深い魂のつながりを持ち、互いに強い引力を感じます。その特徴としては、以下のようなものが挙げられます。強烈な引力。ツインレイ同士は、初めて会った瞬間から強烈な引力を感じます。この引力は、物理的な距離や状況に関わらず働き、魂の深いレベルでのつながりを示しています。相互の成長。ツインレイ関係は、単なるロマンティックな関係ではなく、互いの魂の成長を促すためのものです。お互いに鏡のように反映し合い、成長の課題や学びを提供し合います。エネルギーの共鳴。ツインレイ同士はエネルギーの共鳴を感じやすく、互いの感情や思考が自然と伝わります。このエネルギーの共鳴は遠く離れていても感じることができます。これらの特徴を持つツインレイですが、必ずしも物理的な結ばれを意味するわけではありません。次は、なぜツインレイが結ばれないことがあるのかについて探っていきます。ツインレイが結ばれない理由。ツインレイが結ばれない理由はいくつかあります。これらの理由は、個々の魂の成長や学び、そして宇宙の計画に深く関わっています。以下に、主要な理由をいくつか挙げます。魂の成長の段階。ツインレイが結ばれない最も一般的な理由は、個々の魂の成長の段階です。ツインレイは互いに成長を促す存在ですが、その成長の過程で必ずしも同じペースで進むわけではありません。一方がまだ学びの途中にある場合、結ばれることが困難になります。カルマの生産。ツインレイが結ばれる前に、個々の魂が過去世から持ち越したカルマを生産する必要があります。これには、未解決の問題や感情的な傷が含まれます。カルマの生産が完了していない場合、ツインレイ同士が結ばれることは難しいです。ライフパスとミッション。ツインレイは、互いに異なるライフパスやミッションを持っていることが多いです。それぞれが独自の使命を持っているため、一緒にいることがその使命を達成する上で最適でない場合があります。この場合、物理的に結ばれることが必ずしも良い結果をもたらさないのです。エゴの干渉。ツインレイ関係において、エゴの干渉も結ばれることを阻む要因となります。お互いに深い愛と理解を持っているにもかかわらず、エゴが原因で誤解や衝突が生じることがあります。これにより、関係が進展しないことがあります。ツインレイの分離期間。ツインレイ関係には、しばしば分離期間が存在します。この分離期間は、互いの魂が個別に成長し、学びを深めるための重要な時期です。この期間中に、ツインレイは互いに距離を置き、自分自身と向き合う必要があります。分離期間は、非常に痛みを伴うことが多いですが、この期間を通じて魂の成長が促進されます。以下は、分離期間中に起こる典型的なプロセスです。自己探求。分離期間中、ツインレイは自己探求を深め、自分自身の内面と向き合うことになります。これにより、自己理解が深まり、魂の成長が促進されます。感情の癒し。過去のトラウマや未解決の感情を癒すための時間です。これにより、再会時に、より健全な関係を築く準備が整います。新たな学び。分離期間中に、新たなスキルや知識を習得することが多いです。これにより、個々の魂が成長し、再会時に互いに提供できるものが増えます。
エネルギーの調整、分離期間中に個々のエネルギーが調整され、バランスが取れるようになります。これにより、再開時にエネルギーの共鳴がより強化されます。結ばれないことの意義と学び、ツインレイが結ばれないことには深い意義と学びがあります。結ばれないからこそ、魂の成長や進化が促進される側面があるのです。この学びを理解することで、ツインレイ関係の本質をより深く理解することができます。自己完結の学び、ツインレイが結ばれないことで、個々の魂は自己完結の学びを得ることができます。自己完結とは、他者に依存せず、自分自身で幸せや満足を見つけることです。この学びを通じて、より強く、自立した存在になることができます。無条件の愛、ツインレイ関係は、無条件の愛を学ぶためのものです。結ばれないことで、条件付きの愛や執着を超越し、無条件の愛を実践する機会が与えられます。これにより、魂の愛の理解が深まります。工事の目的、結ばれないことは、個々の魂が工事の目的を果たすための道筋である場合があります。ツインレイがそれぞれの使命を果たすためには、別々に行動することが必要な場合があります。この工事の目的を理解することで、結ばれないことの意義が見えてきます。魂の自由、結ばれないことで、魂は自由に成長し、進化することができます。結ばれることにより制約されることなく、個々の魂が自由に学び、成長するための環境が整います。この自由が、最終的な再会をより豊かで意味深いものにするのです。結ばれないツインレイの対処法。ツインレイが結ばれない場合、どのように対処すればよいのでしょうか？ここでは、結ばれないツインレイの対処法をいくつか紹介します。受け入れと手放し。まず、ツインレイが結ばれない現実を受け入れることが重要です。受け入れができると、手放しのプロセスが始まります。手放しは、執着や期待を手放し、現在の自分に集中することを意味します。自己成長の追求、結ばれないことを悲観するのではなく、自己成長の機会と捉えることが重要です。新しいスキルや知識を習得し、自分自身を豊かにすることで、魂の成長を促進します。サポートシステムの構築、友人や家族、コミュニティなどのサポートシステムを活用し、感情的なサポートを受けることも大切です。孤立せず、支え合いながら進むことで、結ばれない現実に対処しやすくなります。瞑想とエネルギーワーク。瞑想やエネルギーワークを通じて、内面的な平和とバランスを保つことができます。これにより、感情的な負担が軽減され、魂の成長が促進されます。結ばれないツインレイの未来。結ばれないツインレイにとって、未来はどのように展開するのでしょうか？結ばれないからといって、絶望する必要はありません。未来には、まだ多くの可能性と学びが待っています。魂の進化。結ばれないことを通じて、魂は進化し続けます。この進化は、未来の再会や他の魂との関係において重要な役割を果たします。新たな出会い。結ばれないツインレイが新たな出会いを経験することもあります。新たなパートナーとの関係を通じて、さらに深い学びと成長がもたらされることがあります。再会の可能性。結ばれないことが永遠に続くわけではありません。魂の成長と進化が進む中で、将来的に再会する可能性もあります。この再会は、以前よりも成熟し、準備が整った状態で行われるでしょう。工事の目的の達成。結ばれないことが、魂の工事の目的を達成するための一部であることもあります。この目的が達成されることで、魂の旅がより意味深いものとなります。まとめ、ツインレイが必ずしも結ばれるわけではないという現実は、時に辛く感じるかもしれません。しかし、この現実を理解し、受け入れることで、魂の成長や進化が促進されるのです。結ばれないことには深い意義と学びがあり、
個々の魂が自己完結の学びや無条件の愛、工事の目的を果たすための道筋として重要な役割を果たします。この動画があなたのツインレイの旅に少しでも役立てば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。